僕のプロダクトは基本的にこうポケットが多かったり、確かにザラのなんか投稿はいはいはい、出たりとか、はい、ゾフさんとのコラボとか、アシックスさんとか、めちゃくちゃ見てますね。もちろんもちろん、今後考えられるラインナップみたいなのははい、あるんですか？お話できる範囲で。今後はおー、いやー、空間半端ないっすね。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介だけはいいただいても良いでしょうか？わかりました。僕の名前は高島亮と申します。普段はファッション系のお仕事をしていて、セレクトショップとここで自社ブランドの販売だとか、あとは個人的にはこうインフルエンサーっていうふうにはあれですけど、個人的に案件を受けていたりとか、SNS のお仕事をしたりとかもしています。はい。よろしくお願いします。今日はインスタグラム等でやり取りはさせていただきましたが、ね、直接会うのは初めてということで、いやー、にしても空間半端ないですね。ありがとうございます。ここは主に何をされている場所なんですか？ここは僕の本当事務所で今使っていて、今後は僕がやってるブランドの販売とか、あとは販売もされるんですね。ギャラリーとかで使ったりもしようかなみたいな風に考えてます。なるほど。こちらに服がそうなんですよね。たくさんありますね。このブランドはクレストですよね。はい。僕も使わせていただいてるんで。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ使いやすくて、なんかすごく機能的で美しいんだけど、はい、結構中に物がいっぱい入るんですよね。そうですね。収納力はかなりあって、はい、あそこにね、僕持ってきてるんで、今日。本当に使ってくれてて嬉しいです。ありがとうございます。なるほど。で、こちらが、書斎みたいな感じですか？そうですね。僕のメインの、作業スペースといいますか、感じになってます。なるほど。なんかコンセプトとかってあるんですか、この空間で？コンセプトは、もともと僕が自宅となんかオフィスが兼用になってしまってて、オンオフがうまく分けられないっていう理由から、あとはまあ自分のブランド事業の拡大っていうのもあって、このタイミングでちょうどオフィスを借りたっていう感じなんですけど、すごいこのミニマルな空間で、作業したいなっていう考えがあったので、ずっと探していて、たまたま6月ぐらいに見つけて契約してっていう感じで、少し内装を入れて。内装入れたんですか？若干入れたんですよ。ここ壁なかったのを壁作って、ここにシェルフつけたりとかして、やってますね。確かにインスタグラムで見てた時って、なんか家っぽい感じがあって、そこからちょうどタイミングを引っ越して、一番最初の取材みたいな感じですか、今日？そうです。うわー。一人目です。いやでも見てましたけど、なんか、本当インテリアとかが見たことないそうですよね。デザインがすごい多くて。そうですね。確かにあんまり日本にはないかもしれないですね。ですよね。こういうのとかってどういうふうに選ばれてるんですか？僕はスペースエイジって若干近未来な家具がすごい好きで、確かにね。これ海外から仕入れてきたりとか、でもメルカリで買ったりとかいろんなルートを駆使して集めたって感じなんですよ。やっぱこういうの買うときってメルカリ優秀なんですか？メルカリは意外と調べると出てきたりするんで、結構僕は頻繁に使ってますね。確かにね、すごいファッションとか家具とかね、僕も買うことがあるんで。本当ですか？ね、個人がやっぱ販売できるっていいですよね。いや本当にそうですね。確かに。でその中でこういう大好きなアップル製品、またはこのカメラたちが、そうですね、カメラもすごい並んでるんですが、じゃあ早速カメラについて聞いてもいいですか？どうぞ。めちゃくちゃあるじゃないですか。ソニーに富士フィルム、コンタックス、ライカ。でこれは富士フィルムのフィルムですかね？あれですね。違うか。X100。なるほど。何台あるんですか？めっちゃあるんですよ。これそれぞれの使い分けとか、なんで持ってるのかってあるんですか、理由は？もともとカメラのスタートはソニーの α7-3 から入って、そこから特にインスタグラム SNS 更新するのにすごい利用していて、でやっぱ
クリエイターとしてもっといい機材使いたいなっていうところから α7-4 を買ってちょっと動画とかチャレンジしてみたりはしたんですけど、そこからなんか本当にいろんなものをチャレンジしたいっていう欲が出ちゃって、キャノン使ってみたいとか。もうまんまと沼にはまってますね。ごめんなさい、キャノンもあったね。ごめんなさいね。キャノンも。EOS R6 M2。はい。僕でもこんな種類ないですよ。使うことはあるけど、こんな種類ないですよ。これって今一番りょうくんのインスタとかに投稿しているカメラ、素材とかは何で撮られてるんですか？今はキャノンが結構多くて、その次にこの富士フィルム、このなんか旅行とか、なんか出先で撮るにはすごいちょうどよくて、すごい僕のなんか描写がすごい好きなので、よく利用しているっていう感じですね。なるほど。はい。なんか動画とかにおいて何が決め手でキャノンになるんですか？動画はこっちなんですよ、僕、ソニー。ああ、ソニーなんですね。はい、動画ソニーなんですよ。はあ、はあはあ、なんか僕カメラのその写真の写り方がなんか僕はすごい好きで、なんか面白い。まあでも、色味とかスキントーンとか、そうまさにらしさがあるのはね、理解してるんですけど、写真はキャノン。で、そう雰囲気をつけるんだったら、富士フィルム。まさにそうです。で、動画は万能なソニー。ソニー。って感じで。その他、なんか、じゃあ、棚に載ってるだけっていう感じなんですか？でもライカはそれこそ本当に旅行とか。確かにね、似合うな。でも、イメージあるもん、りょうくん。でももう完全所有欲みたいなところも若干もう出ちゃってるかもしれないですけど、でも若干やっぱ高価なものでちょっと使うのにちょっと臆病になってるところもありますけど、ガンガン使っていきたいなとは思ってますね。なるほどです。でその中に、AirPods Max だったり、このビジョンプロもありますね。この部屋はテック YouTuber の部屋ですか？かじってるぐらいですね。いやでも本当にビジョンプロあるね、スタジオとかってレアですからね。そうですよね。ビジョンプロを購入しようと思ったのは、なんかどういったきっかけなんですか？もともとそういうガジェット僕すごいファッションの次ぐらい好きで、好きなんですよ。で、でもそこまで知識もないし、好きでほんと趣味程度にって感じだったんですけど、本当誰よりもミーハーなんで、よりこう最先端なものを買って試したいっていう欲がどうしてもあって、調べてたら大川祐介さんっていう何ですかこの雰囲気は。はい、大川です。はい。がすごいいいレビューされていて、より欲しくなってしまって、日本で販売されたタイミングで購入しました。なるほど。いやでもやっぱり新しいものを取り入れるっていうことと、いわゆる本業としてはファッション領域であってますか？そうですね。はい。ファッションにどういうふうになんかつながっているんですか？やっぱりファッションをどう伝えるかみたいなところを僕もよく考えるので、そこでやっぱ動画とかは今後絶対に必要不可欠というか当たり前な時代なので、それをやっぱりこの Mac でここで編集したりとか、なんかそういう面白いなんか使い道ができたらいいかなと思って購入したんですけど、まだちょっと実用性には僕の中では欠けちゃってるんですけど。そうですね。だって棚の一番上に置いてありますもんね。一番上に。本当に。まだ気持ちはね、すごくわかります。ただなんかアプリケーションでリモアが対応してたりするんですよね。なんでハイブランドがビジョンプロのアプリ対応するのかって気になってたんですけど、なんかそういうのってわかります？理由みたいなのって。どうなんですかね。ビジョンプロ高級じゃないですか。そういったところでつながってるのかなとか。おそらくそういう客層というか、ね、視点はすごいつながってるのかなっていう感じはしますよね。あとやっぱ感度が高い人たちの多分、そういうね、リモアとかもそうだと思いますけど、同じような価値観を持っている人たちが多いのかなっていう気がしますよね。なるほど。このビジョンプロの下にあるのは何ですか？これブラウンのスピーカーで、これ今も使えるんですか？今使えます。これは現行のもので。マジで？初めて知った。棚も買ったタイミングで絶対合わせたいと思って購入したんですけど。なんかすごいまとまりがあるなと思っていて、こういう世界観、僕もなんか作りたいなと思うけど、なんかできない。これはどうすればできるんですかね？僕はここに行き着いた明確な理由は、まずこのディーター・ラムスっていう、プロダクトデザイナーが、すごく好きというか、
そう見ていたりとかして、まあ出どころというかたどり着いたのはもともとやっぱアップルの製品の大元のデザインの出どころってどこなんだろうって調べた時にやっぱディーター・ラムスさんの名前が出たりとかして、そうですよね。ジョニー・アイブさんすごくリスペクトされてますもんね。そうですよね。でそこからそういうヴィンテージのオーディオプレイヤーとかなんか、ね、電卓も iPhone にねなんかデザイン搭載されていたりとか、そういうところに行き着いてディーター・ラムスが実際にこう使っていたオフィスの空間どんな感じなんだろうって調べたりとかして、なるほど。この雰囲気がやっぱなんか一番そういうことなん理ですね。想的だなっていうところからちょっと、お金かかるんでねゆっくり集めていった感じですけど、行き着いたっていう感じですね。なるほど。はい、じゃあこのスタジオの雰囲気自体は、ちょっとそのディーター・ラムスさんのスタジオっぽいイメージもあるんですね。イメージは、若干、参考にしつつオリジナリティをまたせつつみたいな感じですね。確かにこのテクノロジーの要素とこういうちょっと昔のプロダクトデザイン、カメラすごいタイプです。ありがとうございます。もうここがもういつもの仕事場、まさにこんな感じで座ってやってて、で大画面で見た時にはこう引っ張り出してつなげてとかっていう感じでやってます。その後ろにある、そのキャリー、キャリーは何ですか？これはボビーワゴンっていう多分誰かのルームツアーで出てですし、僕も最近買ったばっかなんですよ。そうですか。まだちゃんと使えてないんですけど、本当収納力がね非常にあるので、なんかいろいろこういうの入れたり。じゃあ何入ってるのか見ていきましょうか。大したもんないですね。でもなんかいいっすねこれ。14 Pro Max か。そうです。ホワイトめっちゃかっこいいな。これは今一応なんか2台使いしていて、今こっちがメイン機なんですけど、メイン機こっちですね。これは15 Pro Max かなですね。でこっちがサブ機みたいな感じで使ってたりしますね。なるほど。ここは基本的にはどういったものを入れてるんですか？ガジェットのものとか、あとはよく使う筆記用具とかメジャーとか、頻繁に使用するものですかね、をしまったりしてます。下になんかバッテリー、本当だ。バッテリーグリップがこういうのとかも面白いな。ちょっとツッコミどころが。レンズがこっちに入ってたりとかねしますね。レンズめっちゃあるじゃないですか。しかもズーム多いな。ズーム多いですね。確かに単焦点とかあんま使わなくて、なんかそういうファッション撮影をするときにズームがいいとかってあるんですか？なんか僕はこの望遠レンズに結構こだわっていて、やっぱりなんか体の歪みとか顔の歪みが一番少ないなと思うのがやっぱ望遠というかかなってなんか勝手に思っていて。確かにすごいなんか世界観が独特というか、あんまり僕もそういうズームで人を撮ることってあんまないから。なるほど。なんかそのスナップフォトみたいな印象がすごいあって、なんかいいなと思ってるんですけど。ありがとうございます。よくみたいな表現をしたいんだったら、この機材を持っておけばいいんですね。僕がこの座ってる席ってのは、なんかどんな時にミーティングとかですか？ミーティングは基本こっちでやってるんですけど、なんか僕完全にこっちは物置になってますね。そうなんですね。バッグ置いたりとか。確かに。じゃあこの景色はレアか。どういうふうになんか、セルフブランディングとかインプットされてるのか気になったんですけど。なるほど。僕はなんかちょうど僕今年32なんですけど、ちょうど SNS というかインスタグラムがなんか流行り出したタイミングに始めて、それが約10年前とかなんですけど。10年前からやってるんですね。そうです。10年前からほぼ毎日のようにインスタグラムを投稿するっていう習慣をしていて、確か噂では毎日2投稿みたいなの聞いたんですけど、してた時があったんですけど、最近はちょっとね1投稿とかになっちゃってるんですけど、それを続けてきた中で失敗というかトライアンドエラーで、今に行き着いたみたいな感じですかね。なんか YouTube とか、その他プラットフォーム見てるんですけど、やっぱり印象としてはインスタグラムがすごいなんかメインな感じがしていて、それはなんでなんですか？やっぱ僕もYouTube もね一回やってみたりとか、いろいろ試したりしてたんですけど、やっぱその中でも僕はやっぱ洋服をどう伝えようかってなった時に写真で伝えるのが一番自分の中で、うまいって言い方変ですけど、なんか表現しやすいなって自分の中では思っていて、
特に自分の強いところはそこかなみたいな感じですかね。なるほど。確かにそのインスタグラムとかを見ていると、りょうくんがその喋ってる様子ってないじゃないですか。はいはい。だからここまでなんか話しきるの結構レアだなと思いつつ。確かにあえてもうそういうキャラでいこうって思っちゃって。そう、そこね、なんか僕の中で思うのが、はい、すごくそのクールというか、そのカリスマ性をソーシャルメディアで感じるって、はい、あんまりなんか話してない印象があって、なるほど、なるほど。そういうのってなんか意識されたりするんですか？いや、単純に僕そんなにこう喋るのが得意じゃなくて。いや、そんなことないですけどね。いや、めっちゃ滑らかで、めっちゃ楽っすよ。本当ですか？はい。いや、自分の中でそれがあって、はい、で、なんか YouTube やってる自分が若干なんか違和感があったりとかして、それで臆病になっちゃったりしたんですけど、っていうのでなんかどんどん喋れなくなっちゃったみたいな感じですね。なるほどね。はい、なんかその自分で SNS で発信するだけじゃなくて、はいはい、まあ最近だったらちょうどザラのなんか投稿でしたりとか、はい、ゾフさんとのコラボとか、アシックスさんとか、めちゃくちゃ見てますね。もちろんもちろん。なんかそのどうやってそういうコラボが成立するんですか？はいはい、まあザラはちょっと違うと思うんですけど、他のコラボとはね。まあゾフに関しては僕のちょっとお知り合いの方がゾフさんで仕事をしていて、そのつながりでやってみないって話をいただいたんですけども、やっぱりなんかそのファッションの領域で先駆者として活動している自分にまずお願いしたいみたいなことを言っていただけて、そこからコラボレーションがスタートしたんですけど、やっぱりなんかまずそのファッションの領域では、まあ、僕がそうやって一番上にいるんだっていうのをこう認めてもらえるようになったから、そういう活動ができるようになったみたいなところはやっぱ大きいかなと思いますかね。だって全国で発売されてるんですよね。全国そうですね。で最近のザラとかは海外に行かれてたじゃないですか。はい、そのタイミングでのコラボって感じなんですか？ザラに関しては、コンテンツに出演するっていうオファーをいただいて、モデルとセレクトバイっていうザラの商品の、ピックアップして自分がスタイリングを組んで紹介するっていうコンテンツに出演させていただく機会があって、7月と実は今月も決まっていて、8、9、10、11毎月スペインの本社に行って撮影をするっていう。羨ましい。今度一緒に行きましょう。いや、まあ呼んでください。呼んでください。どう貢献できるかわかんないですけど。そうなんだ。僕の中で一番聞きたかったことが、はい、そのりょうくんってどういう形で収益の基盤を整えているのか、どういう収益が多いのか。はい。収益は、まあ、洋服をやっぱ販売するのがメインになっているので、なるほど。今は祐天寺にセレクトショップのプラス81っていうお店があるのと、あとは自分のやってるブランドの本当二軸がメインの収益になってますね。そうなんですね。はい、インスタグラムのプロフィールにある2つのブランドですね。そうです。はい。それがメインなんですね。はい、インスタグラムでのコラボレーションみたいなのはメインではなくて。まあ、そうですね。そこはやっぱ単発が多いので、まあ、不定期で入ってくる収入なので、そこはあんまりメインとは見てないんですけども、まあ、経験としてなんかやりたい仕事は受けるようにしてるみたいな形ですね。なるほど。はいはい、それはちゃんとビジネスとして成立しているんですか？そうですね。そこはやっぱり毎年増えていたりはするので、まあ、うまくビジネスにはなってるんじゃないかなと思います。なんかすごい僕はあんまり詳しくはないんですけど、やっぱ大量に売るっていうことは、なんかブランドを保てない側面も一方であるのかなと思っていて、まあすごい言語化が難しいんですけど、なんかそこら辺のコントロールとかはされてるんですか？僕はまさに自分のブランドはもう少量生産で、基本的に大量生産をしないで、セールもしないで、在庫残さないっていう風にコンセプト掲げてやっていまして、なるほど。基本的にはずっと同じものが長く販売できるようにというか、長く使ってもらえるように、販売をしていて、まあ、もちろん利益はどうしてもねそこまで見込めなくなってしまいますけど、使っている人も、ハッピーで使っていただけるように、その需要と供給のバランスっていうのはめちゃめちゃ考えながら、やってます。なるほど。はい。でそれを届けるチャンネルとしてインスタグラムとか、まあ、YouTube とかがあるって感じなんですね。そうですね。はい。なんか服って見れたりしますか？もちろんです。はい。ぜひぜひ。ではちょっといいですか、説明していただいて。もちろんです。はい。すごいなんか
僕の印象的には、はい、なんかそのブラックとかグレーとか、すごくシンプルなものが多くて、はい、好きです。ありがとうございます。はい、まあ僕もやっぱ日常的に自分が使うことを大前提に今作っているので、まあ、僕の好きなカラーであるグレー、ブラック、ネイビーあたりの、まあ、暗いトーンがメインになってますね。で、ここにあるのが、プラスフェニックスっていうアルパイン系のブランドさんとコラボして作ってるコラボなんですね。そうなんですよ。で、生地にゴアテックスウィンドストッパーっていう、まあ、透気性だとか耐水防風性の強い生地を使ったプロダクトを作っております。いいですか？はい、どうぞどうぞ。ああ、ですね。これはベストですね。確かに。はい。良さそう。使い方はかなり良かったり、あとは僕のプロダクトは基本的にポケットが多かったり、確かに機能面でちょっとワンポイント加えるみたいなやり方をしているので、クリエイターさんとかすごい使っていただけるんじゃないかなと。ですよね。このなんかスタジオがそもそもいいなと思ったので、やっぱりそれが服にも反映されてるなという印象はありますね。ありがとうございます。そうですね。なんかさりげなくここにポケットついてるんだみたいな面白さがあったらいいなと思って、そういう作り方をしていますね、洋服に関しては。なるほどね。はい、まあそういうのもやっぱりね、アップルのデザインから少し着想を得ている部分とかもあるんですかね。そうですね。ただ美しいだけじゃなくて、はい、ちゃんと機能的な要素があるとか。ありますね、そこは。なるほど。はいはい、これは、そういった他社とコラボをするっていうのは、はい、明確にどんな良さがあるんですか？まずこの生地自体は、僕らが普通には使えないやっぱ生地だったりするんですよ。ある程度の基準を超えて、そういう専用の工場じゃないと生産ができない背景なので、まあ、そういった面では自分だけでは絶対にかなわないプロダクトがこういうコラボレーションによって生まれるっていうのはすごい掛け算になって素晴らしいなと思って本当にお取り組みさせていただいてるって感じです。なるほどです。それはりょうくんから連絡するんですか？このパターンはオファーをいただいて、まあ、どういった形でお取り組みしましょうかみたいな話になって生まれた形ですね。はい。じゃあやっぱり SNS とかそういった発信ってやっぱ大事ですね。大事ですね。やっぱそうやって見てもらえるってことは本当に可能性を広げますよね。はい、確かに。ではじゃあ次いいですか？はい、どうぞどうぞ。この鏡とかインテリアとかもありがとうございます。これどこで売ってるんですか？超近代的で、ね、かっこいい。これとか本当にメルカリとかで探して。なんで検索すればいけます？これ僕はこのスペースエイジっていうカテゴリーがあるんですよ。それを検索したりとかして、ずっとこうディグって見てるって感じですね。なるほど。はい。このインテリアも可愛い。可愛いですよね。はい、まあ何も入ってないですけど、収納になったりとか。家具としてね。はい。はい、ではこちらの服も見ていいですか？はい。この辺は今年の秋冬から販売する予定のものだったり、新作のもののサンプルみたいになってるんですけど、何がいいかな。これはもう買えるんですか？見てる人は。まだ買えなくて、これからオンラインとかで販売とか、今後ここもお店にしたいなと思っているので、そこで販売したいなっていうふうに思ってます。じゃあリアルでも買えるし、ちなみにここの場所とかって大丈夫なんですか？全然大丈夫です。はい。外苑前からめちゃくちゃ近い。めちゃめちゃ近いです。めっちゃ立地良くて、立地いいっすね。この空間と太陽。日差しも確かにすごくいいので。バッチリなので、りょうくんのインスタグラムで多分情報載ってると思うんで。ぜひぜひ。はい。いらっしゃってください。なのです。で、ここはでもさっきの雰囲気からはちょっと違っていろんな、まあね、カラーがありますね。はいはい。いろいろ、まあ、僕の特に、まあ、人気というか、なんかシグネチャーみたいなアイテムになっているのがこのジャケットで、ちょっとこの僕結構有機的な曲線的なデザインがすごい好きなので、それをちょっと洋服にも反映させたりとかして、もともとはなんか2000年代のスポーツウェアから撮ってるんですけど、まあ、こういうディティールのある洋服はかなり評判が良くて、毎回速乾みたいな形で販売してますね。なるほど。はい。なんかこの服たちはもうりょうくんの作品だと思うんですけど、はい、なんか作品作るのもすごく大変なのはやっぱり理解していて、はいはい、なんかこういう洋服ができるまでのプロセスってなんかどうなってるんですか？まずどこから始まるのか？はい、そうですね。基本的に今やってることは本当にこう自分に必要なものというか、本当に自分が着るかどうかっていうのが第一判断みたいなところがあって、それを前提に
なんかこういう例えばこの洋服だったらもともとどういう年代でどういうものがもともとあったんだろうみたいなのを深掘ってからそこをどうディティールをいじったりとかどうしたら今っぽくなんか便利に使えるんだろうとかっていうのを考えながら構築していくというか。なるほど。はい。っていう感じですかね。なのでまあいろんな情報を触れながらも、インスピレーションを受けながらオリジナリティを追加していくみたいな。なんかその動画を僕も作ってていろんなパターンがあると思うんですけど、なんかお客さんが求めてるものを作るパターンと自分が自由に作るパターンでいうと、りょうくんの洋服はなんかどっちにいるんですか？僕はどちらかというとなんか道具的な要素をどうしても加えたいと思っていて、僕もお店を別でやっていてそこではやっぱりこうアーティスティックな洋服たくさん取り扱いをしているんですけども。セレクトショップですか？そうです、セレクトショップなんで僕の本当にこうなんだろうなアート的な要素が強い洋服とかめちゃくちゃあるんですけど、僕はどちらかというと道具というかまさに僕もクリエイターなんで、じゃあここにスマホ入ったらいいよなとかここに AirPods 入ったらいいよなみたいなそういう視点でなんかユニフォーム的な要素もありながら洋服を作ってるっていうような感じですね。なるほど。いやめちゃくちゃ勉強になるな。後ろにはバッグがありますけど、これはねもう僕もかなり使ってますからね。かなり使ってくれてるのがめちゃくちゃわかる。そう。年季入ってた。そう。色抜けてるでしょ。色抜けてた。めちゃくちゃ便利で、僕が使っているのはこれが多分前のものを買っていただいて、それがちょっと進化して、なるほど、新しくなったんですね。若干進化して販売してます。バッグ。なぜバッグをやるんですか？バッグは僕ずっとやりたくて、なんか僕一点で完成されてるプロダクトみたいなのがすごい好きなので、スニーカーとかも大好きなんですけど、なんかバッグもなんか同じようなことがなんか思えていて、洋服とはまた違ったなんか機能面だとかなんかビジュアルとかいろんなものを詰め込めるなみたいなところを考えた時に、だから自分なりにこうバッグ詳しい人とかに聞きながら一緒に作ったりとかして生み出したラインナップですね。なるほど。売り上げも本当に半分以上多分バッグになってるぐらい、バッグが本当に今非常に人気で。確かに僕もなんでりょうくんのことをいつも思い出すかっていうと、結構海外行っても、このバッグ何って言われるんですよ。ロサンゼルス行った時もホテルのそのスタッフの人が、これめっちゃいいねみたいな。ある意味その日本らしさとかも少しあるかもしれなくて、それですごいねウェブサイトを教えたりとか。この人のブランドだよみたいな感じでコミュニケーション発してるんで、すごい理由がわかるというか。嬉しい。でもバッグがでもかなり売り上げとしてはあるんですね。なんかそれこそ僕のブランドは海外の売り上げが 30%、40% ぐらいあって。マジで？そうなんですよ。それこそやっぱサイズが関係ない。やっぱ洋服ってどうしてもサイジングがあるんで、やっぱここはサイズ関係なく購入できるっていうので、男女問わず購入いただけるっていう点でおそらく売れてるのかなっていう。面白い。てか衝撃です。3、40% 海外。そうなんですよ。やっぱそれはインスタグラムのフォロワー数に依存してるんですか？その海外の比率みたいなのは。はい。まさに僕のインスタグラムが今ぶっちゃけ日本人が減ってはいないんですけど、海外のシェアが増えていて半分以上。じゃあ30万フォロワーのうち、まあ、15万ぐらいは海外。海外の方、特にアジア圏の方が多いんですよ。なるほどね。そこで購入していただいてるみたいな感じなんですね。そうです。なんか今後考えられるラインナップみたいなのはあるんですか？お話できる範囲で。今後はもう少しやっぱり小物にもっとこう可能性を僕が感じているので、なんかそれこそスマートフォンのケースじゃないですけどとか、僕 Mac とかそういう持ち歩くので Mac のケースとか、ビジョンプロのケースとか。はい。相当ユーザー数少ないですけど、多分日本ではね。とかね、なんか本当に自己満でもいいかなっていうものをなんか作っていきたいなみたいなのはありますね。はい。なるほど。っていうのが基本的にりょうくんが今作ってる、アパレルブランド。アパレルブランドになります。はい。でこの空間はミーティングスペース。そうですね、ミーティングスペースですね。はい。普段りょうくんはどちらに座るんですか？僕は来客があったら絶対こっちに座っていただくのでこっちに座ってるんですけど。なるほどなるほど。これはもうちょっと失礼します。どうぞ。失礼します。座り心地すごいんでこれ。あ、本当だ。いいっすよね。
すごい。そっちは硬そう。これは硬くてめちゃくちゃ揺れるんで。でもいいっすね。でもなんかいいっすよね。面白い。ここではどういうミーティングをすることが多いですか？リアルあるんですね、まず。あります。僕今やっぱりアパレルやってるんで、生地屋さんがよくいらっしゃったりとか、パタンナーさんと一緒にこうミーティングしたりとか、なんかビジュアル作るのに、なんかビデオグラファーさんと一緒に話すとか、そういうのは多々あるので。なるほど。使ってます。ここでミーティングして。はい。コップもありますね。コップもあります。いや本当に初めて見るプロダクトがいっぱいあって楽しいですね。ありがとうございます。こっちのスペースもあるんですね。こっちもあります。はい。ここはどういう空間なんですか？ここは、今後、ここでこう、パーテーション区切ってお店っぽくしたいなっていうので、こっちは作業スペースみたいな形にしようかなと思って、まだここパーテーションこれからなんですけど、まだこれからやろうかなっていう感じ。なるほど、なるほど。まあ、引っ越したてですもんね。引っ越してどのぐらい？まだ、施工終わって本当1ヶ月ぐらいしか経ってないので。じゃあもう、ほやほやの感じですね。そうっす。へえ。じゃあもう最初からここはその店舗というかストアにするっていうイメージがあった上でのレンタルみたいな。はい、そうですそうです。ワンちゃんのケージ？そうです。ワンちゃんのケージが。ワンちゃん飼ってらっしゃるんですか？ワンちゃんをお家で飼ってて、たまにこっち連れてくるんで。その一面見たかったな。いや、連れてきたかった。さっきね iPhone のプロフィールがそういう感じだったんで。今チームは何名ぐらいで活動されてるんですか？チームはここには基本2人在籍していて、僕含めて3人のチームでやってます。なるほど。はい。じゃあ基本的にはその3名で、りょうくんのその事業は回ってるってことなんですかね。そうですね。はい。少人数でやってます。なるほど。なんかその今後会社としてどういう状態にしていきたいとかってあるんですか？そうですね。まあもちろん僕がもうね、いなくてもちゃんと回るように、していきたいなと思ってはいるので、それこそブランドをもう少し増やしていきたりだったりだとか、なんかいろいろ僕は結構思いつきでやっちゃうところもあるんで、勢いとかで。まあそうじゃなくて、もう少し、もう32なんで、いろいろ考えながらやりたいなっていう感じですね。なるほど。なんかその年齢的に急いでるとかあるんですか？いや、急いでることは全くないんですけど、なんか、やっぱり、ね、そのお金面で安定するとやっぱ心に余裕もできてね、よりクリエイティブになれるかなっていうのもやっぱ考え的にはあるので、よりこう好きなことというか、もう少しクリエイティブなこと、なんか家具とかすごいやっぱ好きなんで、家具屋さんやりたいなとか、なんかいろいろやりたいこともあるので。なるほどね。はい、今ってそのやっぱ SNS で気軽に発信できるし、世界観も作れて届けることもできるから、やろうと思えば何でもできちゃうっていう側面もあるじゃないですか。けどそのやることをまあ狭めるというか、あえてそのやらないことを決めるってことの方が難しかったりすると思ってて、その点はなんかどう考えてらっしゃるんですか？選択と集中ってやつですね。それこそさっきの話じゃないですけど、僕が YouTube をそこまでこうやれなかったみたいのも、なんか僕何かをこういろんなことに手を出すのがそんなに得意じゃなくて、インスタグラムに集中した方が結果的にそこからの伸びしろもすごい良かったみたいなところがあったので、なんかそういう面ではやっぱり自分の得意ゾーンをどれだけ深掘れるかみたいなのは、ずっと頭に入れながらやっぱ活動はずっとしてるっていう感じですかね。なるほど。はい。以前は建築士を目指してたって聞いたんですけど。はい。すごい見てる。はい。いやちゃんと取材なんでちゃんとそれは。なんかその建築士目指しててこの道に行った理由は何なんですか？まあもともとは、別にこう建築じゃなきゃいけなかった理由もなかったんですけど、たまたま工業高校に進学する機会があって、で学科を何を選ぶかみたいなタイミングですごい建築にはまあその中だったらまあ好きかなみたいなそんなノリだったんですけど、初めは。で建築の分野に進んで、やるうちにすごい楽しくなってしまったりとか、もともとこう絵を描くこととかすごい図工とかすごい好きだったので、その図面を描いたりとか模型を作ったりとか、実際に家建てるのをこうやってみたりとかっていうのも一通りやってきたっていう感じで。なるほど。はい、けどやっぱこの道に行ったってのは、新しいことやりたくなったっていう側面だったり、
けど気になるのはその建築で学んだことが今の活動にどういうふうに生きているのか聞いてみたいです。そうですね。今やっぱなんか建築とファッションって意外とこう似てる部分があったりするのかなと思っていて、もともとなんかラフ・シモンズっていう有名なデザイナーさんも建築やってたとか、そういうのもあったり、なんか言葉にするのすごい難しいんですけど、考え方とかなんか洋服と建築のつながりっていうのはすごく感じていて、なんか転職したからといってそこまでこう違和感なく僕はそのまま働けたというかっていう感じですね。なるほど。はい、いやでも本当にね、常にその、この動画を見てる方もいろんなチャレンジがあると思って、はい、ただその今このままでいいんだろうかみたいな問いってすごいやっぱある気がするんですよね。僕自身もすごいあるし、はい、なんかねそういうのってどうやって整理していけばいいんだろうなって考えるんですけど、はい、なんかご自身の活動について、今満足されてますか？いや満足全然しないですね。それはなんでなんですか？やっぱこの時代を生きていくのはなんか今に満足じゃ絶対に無理だなって生きていけないなと思っちゃっていて、やっぱずっと10年間 SNS を続けてきた上で常に進化が問われるというか、その進化の過程で成長していってこう自分の新しいこういうブランディングもそうですけどいろいろ見つけていくみたいなのを感じるので、なんか、どこまでね何歳になって続けるかわからないですけどいつまでも進化し続けたいなみたいのはありますね。なるほど、はい、確かにこの SNS で見られて自分でブランド立ち上げるっていうムーブメントは、言うてもここ10年ぐらいのスパンで生まれてきたと思ってて、はいはい、ただやっぱりそのまだなんかその成長し続けている、いや規模の問題ですよね、はいはい、ってあんまり見てない気がしてて、なるほど。この先なんかこういうクリエイターさんが作ったブランドとかってどうなると思いますか？なんかすごいこう二極化するというか、一気になくなってしまうところとそれこそ伸びるところと、なんかすごいそこは本質を捉えているかどうかでかなり分かれていくのかなっていう気はして、僕もそこはすごい慎重になりながらものづくりに取り組んでいるというか、どうしてもこうインフルエンサーブランドみたいな見え方になりがちなので、別にそれはあながち間違いではないですけど、僕が信念を持って続けていればいずれ認めてくれる人も多くなると思いますし、期待に応えられるようにというか、買ってくれている方も裏切らないようになんかちゃんと取り組んでいきたいなとは思っていますね。なるほど、はい、めちゃくちゃいいこと聞けました。ありがとうございます。基本的にはここで普段作業していると、作業しています。なるほど。なんかそのデスク環境のこだわりみたいなのはあるんですか？すごいなんかつながってて。そうなんです。これ一体型のテーブルなんですよ。めっちゃかっこいいな。椅子もいいですね。椅子はただこれ前の家から持ってきて高さが実は合ってなくて、そうなんだ。今クッションを間に挟んで、本当だ。これ高さ変えられないので、こういうエラーはたまにあるんですね。たまにやりながら買い替えなきゃなみたいな感じですね。なるほどです。で今は何されてるんですか？今はそれこそ自分のブランドのビジュアルを自分で撮影したりとかすることが多いので、モデルさん立ってもらって、自分で撮影して、カメラマンっていう側面もあるんですね。自分で編集したりとかして確かにすごいやっております。なんか質感とかもすごいいいなと思ってて、ありがとうございます。それは自分流のプリセットを作って、レタッチとかしているっていう感じですね。なるほど。はい。基本的にフォトショップですか？基本的にライトルームで済ませちゃいますね。はい。なるほど。はい。PC のスペックはMacBook Pro。MacBook Pro。を使ってます。で、家にAir があるので、それを両方ともクラウドで管理しながらやってるっていうような感じです。Apple エコシステム以外考えたことありますか？いや、ないっすね。あります。そうっすよね。なんか特にクリエイティブ職の人たちはやっぱ Apple の思想にものすごく惹かれると僕自身もやっぱ思ってて。いやですね。もはやクリエイティブの方で、僕の周りで Windows 使ってる人は見たことないんですよね。絶対いるんだけど。はい。確かに。でもやっぱそのぐらいね、なんか、Apple って魅力的なね、製品でありますよね。ですね。気になるのはこのアイテム。はい。これですか？これは、Apple Watch をただ、充電するってあれですけど。なんで常につけてるんですか？いや、たまたまできただけです。でも、Apple Watch は、これ何世代だろう？ 1 個前のやつで、
これアップルさんから支給いただいたやつです。マジですか、はい、そんなことあるんですか？なんか知り合いにアップルで働いてる方いらっしゃってて、はい、それでたまたまご縁があってみたいな。なるほど。はい、そうなんだ。はい、普段は1日どのぐらい仕事されるんですか？だいたい午前9時から10時ぐらいにここに来て、だいたい夜8時、9時ぐらいまではここで作業したりとか、外に出ることも多いので、外で打ち合わせしたりとか、なるほど、結構動き回ってることも多いって感じですね。なんか日常のその仕事で心がけてることとかってあるんですか？心がけてること、いやー難しいな。あんまり仕事と思ってやってないみたいな部分はすごくあって、考えすぎちゃうと僕なんか嫌になっちゃうというかなるほど。なんか集中できなくなっちゃうので、僕結構遊びの延長ぐらいで仕事しちゃってるみたいなのはありますかね。なるほど。変に仕事感なくやってますっていう、本当好きなことしか今やってないので。大事ですよね、それはね。はい、けどその中でも、はい、なんてだろうな、仕事感強い時ってどういう時なんですか？それはやっぱ対お客さん関わる場面というか。そうですね。はい、なんかそこはやっぱりエンドユーザーの顔を思い浮かべながら、どうしたら喜んでもらえるかとか満足してもらえるかとかっていうのは、仕事面っていうところで考えてはいるかもしれないですね。そうですよね。はい、確かになんかすごい忙しい時ってシンプルに他人時間が多いとかってありますよね。はいはい、まさに。なるほどです。なんかあるかな。めちゃくちゃ質問しまくっちゃって大丈夫ですか？すごい本当に全然大丈夫ですよ。あれなんですよね、はい、結構領域が違うと言いますか。確かに。そうっすよね。最近お坊さんとかも取材したことはあるんですけど、領域外はちょっと人がかけ離れててやばいけど、すごいなんか根本的にはやっぱりリスペクトがあって、はいはい、聞きたいことがやっぱあるっていうのがすごく大きいので、なるほど。いや今日本当にめっちゃ勉強になってます。なんか結構こういうパターンというか仕様書って言って、はい、僕がこういうのを作りたいっていうのをパターンと相談して、こういう仕様書とパターンを上げてもらうんですけど、そこからなんか今めっちゃ汚いですけど、こう修正したいとか、そういうのを iPad を使いながら書いたりとかして。それはやっぱ iPad なんですね。やっぱ iPad めちゃくちゃいいですね、こういう面では。そうなんだ。簡単な絵だったらなんか描けちゃうんで、なんだろうな。なるほどね。ちゃんと iPad でそういうペンツールを使っての表現とか、はいはい、Mac ではちょっと重めな作品作ったりとか、動画編集もされるんですか？ご自身で。動画編集も、そういう簡単な、動画編集だったら自分でリール作ったりとかはやってます。なるほどです。はい、いやありがとうございます。いろいろとお伺いできました。じゃあちょっとですね、はい、最後に、はい、このデスク周りで一番好きなガジェット、アップル製品以外でいきましょう。アップルはインフラなんでね。なるほど。はい。以外で好きなものを。アップル製品以外で。めっちゃ難しいな。何にしよっかな。でしょうね。で今一番はやっぱライカの Q3 が一番好きかな。好きかなっていうかなんか。それすごいな。頑張って買ったんで、なんかそこの。そっか。じゃあまず買うまでのね、葛藤がやっぱあって、ちょっと持っていただいてもいいですか？はい。うわ。いいですね。最近使えてなかったですけど。かっこいいな。こういうライカを買いたいと思ったのは何なんですか？でもやっぱカメラをこうやって集め出してというか、使い出して皆さんのクリエイターさんのこうね YouTube とか見ていて、なんかやっぱ独特な描写があるじゃないですか。それをなんか自分のフィルターを通して試したいみたいなのは強くあって、思い切って買ったっていう感じですかね。いくらですか？これは100万ぐらいですよね。はい、100万のガジェットって車ぐらいですからね。車以下ですけど。本当に。なるほど。これが一番好きだと。はい、そういうことはテスラがここ最近だと一番なんか。そっか。ね、テスラも購入されたんですもんね。一番なんか気に入ってるか、ガジェットっていうのも変ですけど、なんかあれはガジェットって言えるぐらいすごい面白い車なんで。ですよね。根本的な思想がね、普通の車とは違いますからね。なるほどです。最後ごめんなさい。気になったのはこの胸のネックレス。これはガジェットですか？これはエルメスのネックレスで、パフューム香水とかを入れる一応ネックレスなんですけど、
使ってないですけど一応入れられますよっていう、まあ、ヴィンテージのものですね。これはすっげえかわいいっす。いやーでもなんかいいなー。なんか僕もよくみたいなおしゃれな人になりたい。いや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 どうすればいいですか？ちょっと僕のファッション見せておきましょう。はいシンプル。いやいやシンプルがやっぱいいっすよ。あ、本当ですか？僕も結でも局なんか、はい、その川久保玲さんでしたっけ？はいはい、なんか着る人が大事みたいな。まあそれはありますよね。なのでそこを自分の中ではその信じてます。なるほど。ノーマルでいい。着る人がいいから。着てる人がいいから、ね。これでオチでいいですかね。はい、結果。いやありがとうございます。ではなんか最後に言いたいこととかってあります？僕は大岡祐介さんのファンです。まさかこんな感じでそんな話しちゃって大丈夫なんですか？いやもうめちゃくちゃ昔から見てたんで。なんか逆にどういう人なんですか？りょうくんから見たなんか大川のチャンネルみたいなのって。やっぱガジェットというか、なんか僕にこのカメラとか編集とかを勝手に教えてくれた人みたいな風に感じてますね。やっぱ嬉しい。いやすごい人ですよ。やっててよかった。でもこういう形でなんか、はい、ね言うても多分年代近めだと思うので、はいはい、同世代がつながるっていうのは大事ですよね。いやなんかそれがなんか今っぽくていいなって思いますよね。なんかね、そうですね。本当にまさにこれからどうなっていくのか楽しみですけど、はい、一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。